こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。新森さん、はい。今日はですね、ちょっと長い内容になるんですけど、はい。なんと4部作で進めていきたいと思ってます。はい。ツール先行思考を捨てたシステム導入の極意ということで、多分ホワイトペーパーはね、200枚近くあると思うんですけど、さすがに一つの動画には収めきれないので、今日は1部目としてシステム導入プロジェクトの失敗を断ち切る5つのステップについてお話をしていきたいと思っております。では、この動画を届けたい方なんですけど、新堀さん、どの方に届けたいんですか？システム導入を失敗してしまった。なんで失敗したのか原因が把握できないと思っている経営者の人たち。そして基幹システムや販売管理システムを導入したいんだけどとかしたんだけど絶対に失敗が許されない情報システム部門の皆様に届けたいなと思っております。多そうだよね。多いです。多いと思いますね。はい。最近フライクに来る問い合わせも結構こういう人たちが多いし、正直重いですよね。重いですね。重いけど、やっぱ世の中ね、良くしていきたいとか、システム導入成功率を上げたいって思いがあるので、ぜひこういう方は見ていただけたらと思っております。成果は努力で作られる。早速スタート。では、早速本編に入っていきたいんですけど、もう結論をお伝えしちゃいます。システム導入プロジェクトの失敗を断ち切る5つのステップということで、まず1つ目がシステムありきで安易にプロジェクトを始めない。ステップ2、現状の業務を棚卸しをして変更点や不要な業務の課題を洗い出す。ステップ3、システム導入後の業務イメージを具体化し要件定義につなげる。そしてステップ4、プロジェクトの社内役割分担と社外パートナーの期待値を明確にする。そしてステップ5、システム導入後の運用体制、教育体制を整え、自社の役割を決める5つのステップがシステム導入のプロジェクトを失敗を断ち切る5つの要素なんですけど、新堀さん、はい。この内容を見てちょっとわからないなとか、これ深く聞いてみたいなみたいなことって今の段階でありますか1、ちょっとすごくマジかよっていうところあると思うので聞いてみたいなって思いました。やっぱこれで始めちゃいがち。うん。このシステムに決めて問い合わせしてみてシステムありきになっちゃうみたいなイメージですよね。そうですね。あるあるですよね。システム組み立てチャンネルをよく見てくださってる方はこの IT システム導入の成功率よく聞くと思うんですけど 52.8% で2社に1社が導入を失敗してしまっているんですよね。で、この日経ビジネスのプロジェクト失敗の理由15年前から変わらずっていう風なところから、参考資料として取ってきてるんですけど、これ面白いなと思ってるんですけど、まず対象が1746社の情報システム部門の担当者にヒアリングをかけていらっしゃってるんですね。で、評価基準が3つ、品質、コスト、納期なんですよね。で、下の表を見てもらうと分かる通り、年々プロジェクト成功率は上がっていってるんです。なので、2023年よりかは良くなってきてるなっていう風のをパッと見思ってしまいがちなんですけど、実は注目すべき点はシステム導入成功率ではないんですよね。どこに注目してもらいたいかっていうと、品質の問題、コストの問題、納期の問題の理由に着目をしてください。2003年、品質の問題、要件定義の不備。コストの問題は追加開発の発生。納期の問題は要件定義が長引いた。2008年も要件定義の不備。そして2018年も要件定義の不十分さみたいなところなんですよね。失敗の根本原因は15年間変わってないんですって。なんか寂しくなっちゃいません？要件定義が不備が失敗原因ですって、しかもね20年ぐらいですよね。今2025年だから20年間くらい変わってないって、あれ人間進歩してないじゃんみたいなところがすごく悲しいなっていうふうに思ってます。なので、組織全体のシステム導入に対する姿勢だったりとか、プロジェクトの進め方に起因する構造的な課題なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、もう少し深掘りをしていくと、システム導入の5大失敗要因っていうのがこの5つあるんですけど、ちょっと新堀さん、上から読んでもらっていいですか？左からの方。はい。自社の課題とシステムに求めるものを言語化できていない。どうですかこれ？ドキッとします？ドキッとしますね、これ。やっぱお客さんからもこういう問い合わせって多いですよね。多いですね。で、なんでセールスフォースなんですか、なんでフリーなんですかっていうと、いやーこのツールが良かったな、いいと思ってっていうこと言っちゃうけど、いや課題
とさシステムに求めるものが合致してないことってよくあると思うんですよね。じゃあ2つ目お願いします。システム導入後の業務のあるべき姿が描けていない。どうですか？お問い合わせをもらってからこれよくあります？あるんじゃないですかね。ざっくりしか描けてないっていうのはあると思いますね。このシステムを入れてどうなりたいんですか、どう業務って改善されてますかっていうとぼんやりとしか返ってこないとか、ツールありきになりすぎちゃってツールを使うとこれ良くなりますみたいなことがあるなと思ってて、よくフライクに問い合わせ来るのはセールスフォースなんですけど、ね、僕嫌なのがセールスフォースを導入すると売り上げが上がりますって思ってるお客さんね、いや顧客管理と案件管理で売り上げ上がるのはみんな入れとるって思っちゃうので、これは良くないなと思います。で3番目、誰かがやってくれるだろうで責任が不明確ね。これはありますね。これはね。でお客様もちょっとびっくりされるかもしれないんですけど、僕たちに依頼してもそこダメですよってよく言ってるじゃないですか、お客さんご自身で明確化をしないと誰が責任取るんですか、誰が旗振り役になるんですかみたいなことがしっかりしていないっていうのは良くないなと思います。4番目、部門間の温度差が大きく現場の声が届いていない、これどうですか？これあると思いますね。誰がフロントに立ってるかによってくると思いますけど、現場の方が立ってれば上の層の気持ちは届いてないですし、上の層の方が立ってれば現場の声は届いてない。これはありがちかなと思います。なんで発生しちゃうんだろうね。全社で解決すべきことをシステムに委ねているはずなのに誰かに任せちゃう。これちょっと3番と似てますよね。じゃあ5番目、IT リテラシーが低くベンダー依存になりがち。この IT ツールベンダーがカスタマーサクセスがあるから大丈夫と思ってましたなわけねえじゃんっていうね、この失敗には典型的なシナリオがあると思ってて、今日はこれをメインで深掘りをしていきたいと思っております。まず1つ目が小さな違和感、つまずきが見過ごされる。2つ目が認識のズレを発言できずそのまま進行してしまう。3つ目が仕様変更が相次ぎ混乱と遅延が発生する。4番目、部署ごとの期待値にズレが生じ温度差が広がる。5つ目がシステムが定着せず形骸化する。この失敗のシナリオを今日は紐解いていきたいと思っております。資料ダウンロードはこちら。一つ一つのズレを見ていきたいと思います。シンボリさんにこういう状況ありませんかっていうところを聞いていきたいんですけど、まず場面1、経営層は顧客管理を一元化したい。でも現場はそれって具体的に何を統合するか分かっていない。見分けちゃいそうですよね。このお客さんだみたいなのがあると思うんですけど、場面2、この業務は特殊だからそのままシステムに載せられないのではっていう現場の意見。とはいえプロジェクトの担当の方はでも要件定義書には書いてるしって思っているような場面ですね。場面3は情報システムの人がこのツールで本当にできるのって思ってるけどベンダーはとりあえず進めてみましょうなんていう場面めっちゃ笑ってるけど、どうですか？いや、あるあるですよね。これ嫌だな。こんなプロジェクト嫌だな。でもこのプロジェクトって多いと思いますよ。多いですね。どれが多いってなかなか言えないけど、どれも多いかなとは思います。じゃあなぜこのような違和感をその場で指摘して議論ができないのでしょうかっていう風な投げかけなんですけど、僕は根本原因の一つに自社の課題とシステムに求めるものがしっかりと言語化できていないんじゃないかなっていう風に思ってるんですよね。それが、5大失敗要因の一つ目、自社の課題とシステムに求めるものを言語化できていないなんですね。なので経営課題や業務のボトルネックが明確になっていない。結局システムで何を解決すべきなのかっていうのが社内の中でしっかりと整理ができていないっていうのがあると思うんですよね。なので、こういうふうなことをちゃんとしましょうっていう意味合いで、経営層は数字や情報を素早く把握したいってよく言いがちだと思うんですけど、具体的にはどのような数字をどのような情報をどの頻度で把握したいかっていうのをしっかり伝えてくださいっていうのを僕は経営層に言ってて、リアルタイムで見たいです。どの程度のリアルタイムなのかとか、月次で見たいのか日次で見たいのか、週次でもいいのかっていうのをしっかり言語化してねっていう意味合いですね。で、現場は日々の業務に追われてるってよく言いがちなんですけど、じゃあどこに課題があってどこに時間がかかっているかっていうのをしっかり伝えてほしい。なので深く考える余裕がないっていうのがあるあるだと思うんですね。
で、情報システム部門はシステムの仕様に詳しくても、現場の業務の細かい課題とか実態を把握しきれていないっていうのが、この小さな違和感とかつまずきが見過ごされる原因っていうふうに思ってるんですよね。なので、このままプロジェクトが進んでしまうと、何が問題なのかを言語化できていないまま、次の工程に進んでしまうっていうふうなことを我々は思ってます。では、2つ目なんですけど、認識のズレを発現できず、そのまま進行しちゃう。どういう風なフェーズで発生するかっていうと、システム導入の初期から中盤にかけてよくあることをまとめてみたんですけど、まず場面1っていうのが、このシステムを導入すれば、この数字がリアルタイムで把握ができるって思っている経営陣ですね。よく分かってないのにさ、経営陣の方が。にもかかわらずシステムに求めすぎ感はありますよね。じゃあ現場はそのデータを入力するには別の情報を集める手間増えてしまうから結果あんま意味ないよみたいな状況ですよね。そして場面の2、プロジェクトチームはこの仕様だとこのパターンが考慮できていないのではっていうふうに思っているんですが、情報システム部は全てを網羅するのは難しいので運用でカバーしてくださいっていう運用っていう魔法の言葉で進めちゃうことですよね。これ情報システムというかベンダーもよく言いますよね。運用でなんとかしましょうみたいな。ならんちゅうねみたいなね。で、場面3、ベンダーがこの仕様で開発を進めますねって言うんですけど、担当者の方はこれって現場が本当に求めているものかな、だけど今更言いづらいなって思って遠慮しがちなとこですよね。なんでこの違和感を発現できないかっていうと、根本原因としてはシステム導入の後に業務のあるべき姿がしっかり描けていないっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので5大失敗要因の2つ目ですね。システム導入後の業務のあるべき姿が描けていない。で、詳細をお伝えすると、導入後の業務フローがイメージできてない。今のやり方をそのままシステムに移行するだけでは本質的な業務改善にはなりません。といったところが2つ目です。じゃあこの認識のズレを発現できずそのまま進行してしまう、プロジェクトチームとか経営層とか現場とか情報システムの人の気持ちを資料に書いてるんですけど、よく現場で接してるシンボリさんはどういう風な質問とか相談をされたりとか、ここあるあるだよねっていうのって何かありますか？あるあるなのはやっぱりこの日本人あるある、この人がいるから言いにくいとか、この会議の場で自分が発言していいんだろうかみたいなのはすごくあるなと思ってて、でよくあるのは打ち合わせが終わった後にシンボリさん残ってくださいって言われて、残ったらいやさっき社長が言ってたけどこれ無理じゃないですかって言ってくれる方よくいらっしゃるんですね。その時はじゃあ私から言いますねって言えますけど、もうそれ言ってくれないと私もそのまま進めちゃうので、なんかあるあるっていうかやっぱ発言する勇気とかっていうのは持っていかないと、結果自分が運用回った時に苦しむよなって思いますね。これうちのフライクの進め方のコツかもしれないんですけど、そういう風なお客さんの場合にはあえて経営陣、リーダー陣、現場って分けてヒアリングするじゃないですか。その後資料をまとめてみんな集まってもらって読み合わせをするみたいなことをやってると思うんですけど、IT ツールベンダーからすると迷惑だろうなと思ってその分打ち合わせ回数が増えちゃうとツール導入が例えば1月だったのが3月になっちゃいますっていうのは売り上げが落ちちゃうのと同じなので、嫌だろうなと思うもののそんな関係ないじゃないですか。なので僕らはこう3回に分けて打ち合わせをすることがあるので、ここで言うとプロジェクトチームは経営層も一緒に入って打ち合わせもするし、現場も打ち合わせするし、情報システムと打ち合わせもするしみたいな3回ぐらいですね、ヒアリング、3回かける2回なのかも分かんないですけど、そういったことをよくやってますね。なのでそのまま進行しちゃうとめちゃくちゃもったいないので、あえて発言する場を設けるみたいなことをよくやってます。では3つ目なんですけど、仕様変更が相次ぎ混乱と遅延が発生なんですけど、先ほどはシステム導入の初めから中盤ぐらいだったんですけど、今は中盤から後半にかけての発言ですね。場面1ということで、経営層はこの機能も追加すればできるのではっていう風な発言をしちゃうけど、プロジェクトチームからするとすでに開発が進んでいるので次回の開発に対応しますって言いたいけど、言えたらいいけど言えなかったらねみたいなね、経営層がポロって言うとかよくあるじゃんありますね。今言うなよみたいなのですよね。で、場面の2、実際に試してみたら思っていたものと
違って使いづらいなって思うことだったりとか、ただ情報システムの人からすると今から仕様を変えてしまうと納期が間に合わなくなってしまう。これが失敗要因のところに大きくつながってきそうですよね。要件定義っていうキーワードです。そして場面の3、当初の要件にはなかったいたので追加開発費用がかかっちゃいますっていう風なことを、システムベンダーだったりとかシステムを開発する企業さんが言うんだけど、担当者の方は予算を増やすのは厳しいのでどうにか対応してくださいみたいな、なんでしょうね、言った言わないみたいなところとか、最悪の場合訴訟にもなっちゃうことがよくあります。なので、開発が進むにつれて仕様変更が相次いでプロジェクトが混乱するケースっていうのは少なくないかなと思っています。では、なんで仕様変更がこんなに頻発してしまうのでしょうかっていう風な投げかけなんですけど、私たちはこれ一つだと思ってるんですけど、誰かがやってくれるだろうとか、他人任せで責任が不明確になってしまうんじゃないかなっていう風に思ってます。なので、5大失敗要因の3つ目の誰かがやってくれるだろう、責任が不明確っていうと、プロジェクトのリーダーシップが曖昧。プロジェクトメンバーがリーダーとしているものの、実はリーダーは現場、裏ボスがいるみたいな。とか、経営者の一言で全てが変わってしまう。だったらプロジェクトリーダーなんか立てんだよって話なんですね。なので、そういう時には経営、現場、IT 部門とベンダーの役割分担をしっかり明確にしましょうっていうことをやるべきなんですよね。仕様変更が相次ぐような企業さんあるあるなんですけど、経営層は現場と情報システム部がしっかり詰めてくれるだろうって任せてるのに、最後の終盤の方でって言って内容がゴロって変わるみたいなこともあったりとか、現場は情報システムとかベンダーが専門家だから任せておけば大丈夫って思っちゃう。で、情報システム部はベンダーが要件通りに作ってくれるはずっていう風に多責にしちゃう。じゃあ情報システム部のバリューってどこにあんの？社内調整もよくやってないじゃんみたいなことですね。じゃあベンダーは要件定義通りに開発しますって言っちゃうけど、要件定義が曖昧みたいなところも発生すると思うんですよね。このあたりいかがですか？これはですね、私はコミュニケーションだと思ってて、全登場人物でコミュニケーションができていないことが多すぎるなって現場でいろいろやってると思います。具体的にはその話経理からしてるでしょとか、その話営業から言ってないとか、いやいや来てないしっていうのもありますし、誰々さんに言いましたけどとか、そこのコミュニケーションができてない、その誰々さんも別にいや聞いてないしみたいなので、それぞれがみんなが違う方向を向いちゃって、最終的に仕様が違うとか、これは言ったはずだみたいなのになることはとても多いなって思って見てました。社内のコミュニケーションが仲いいじゃなくて、ちゃんと業務に沿って共通理解が部門をまたいでできているかっていうと、ノーのことのが多いですよね。そうですね。では次、4つ目ですね。部署ごとの期待値にズレが生じ、温度差が広がる。じゃあ後半から、システム導入の後半から運用開始にかけてこんなやり取りありませんかっていうところなんですけど、場面1、経営層がこのシステム導入をすれば業務効率が向上し、データ分析も進むはずだって意気込んでるの。トゥースみたいなね。言っていいのかな。じゃあ現場の方は入力作業が増えるし、今の業務に加えて数字を報告する必要があるな。場面2、このシステムなら電車のデータが統合され管理も一元化できるっていうふうに思っている情報システム。一方で各部署はうちの業務の進め方には細かい調整が必要っていうふうに思っているものの、考慮されてるのかなって多分心の中で思ってるんでしょうね。あんま発言できてない。そして場面3はベンダーは要件通りに開発しましたって意気揚々と言ってるかもしれないけど、プロジェクトチームはこの仕様だったら仕様は合ってるけど画面の見栄えが良くないとか、ちょっと使いづらいなって思っちゃうことですよね。なので各ステークホルダー間でシステムに対する期待値がずれたまま進んでしまって、最終段階になって温度差が表面化する。潜在化ずっとしてたけど見て見ぬふりした、結果システムっていう風な形で表に出ちゃったらもうすでに顕在化してるから、やばい、期待値がずれてしまったみたいなところですよね。じゃあこれはどういうことで発生してるかっていうと、じゃあこの4番目、部門間の温度差が大きく現場の声が届いていないっていうところで言うと、システムを使う現場と導入を決める経営層の認識にズレがある。そして部門間での要件定義が不十分で
導入後にこんなはずじゃなかったなっていうのが発生してしまう。じゃあ、あるあるだと思うんですけど、この4つですね。経営層は現場が当然利活用できるって思ってた。でも現場はあんまり口出さない方がいいかな、システムには詳しいのは僕じゃないしなって思ってしまってる。で、情報システム部は全社最適にシステムを導入するのが目的だって言ってるにもかかわらず、現場の声はあんまり聞いていなかったみたいな。で、ベンダーは全て要件通りに開発したけど、使えないシステムになってることに気がつかない。みたいなことだと思うんですけど、このあたりどう思いますか？これはもう思いやりの精神ですね。思いやりの精神。思いやりの精神。名言ですね。もう全員が自己中心的すぎますよね。これは完全に。思いやりを持ってやりましょうっていうところですかね。我々ベンダーサイドからいくと、よく思うのはUX とか UI にセンスがなさすぎる。言われた機能を作ってるからいいよねって作っちゃう。でも現場見たら、いや、こんな色使うとか、こんな動線じゃ使えないじゃんとかってね、やっぱよくあるので、それやっぱベンダー側は使う人のことをちゃんと思いやって考えていかないといけないのかなって思います。じゃあ、5つ目。システムが定着せず、形骸化するっていうところなんですけど、システム導入から運用開始後ですね。なのでシステムがもうほぼほぼ完成して、仮運用開始になりました。っていう風な場面を想像してもらいたいんですけど、場面1、経営層はせっかくシステムを導入したのになぜ現場で活用されていないのって疑問を持ってるのに、現場は正直使いづらいです。手間だけ増えてしまって、前の方がいいかなって思ってしまうことですよね。で、場面2、情報システムの方がこの機能を使えばもっと業務が効率化できるっていう風に思ってるけど、各部署はどの機能を活用すればいいかがいまいち分かっていない。場面3、ベンダーはマニュアル通りに使えば問題ないはずですって言ってるけど、プロジェクトチームは結局 Excel や旧システムに戻っている部署が発生してしまってますっていう風な状況なんですけど、最悪ですよね。で、なんでこれが発生するかっていうと、IT リテラシーが低く、実は社内の人たちがベンダー依存になりすぎじゃないですかっていう風な罠が隠れてるんじゃないかなって思ってるんですよね。で、これちょっと一足飛びに飛んでるように見えちゃうんですけど、社内に IT 知見がないから IT ベンダーに丸投げするの僕は間違えてると思ってて、社内でも IT に強い人を育てなくちゃいけないと思うんですよね。じゃないとシステムは使えないし、ベンダーにずっと高額の費用を払い続けることになっちゃう。なので IT に関する情報をしっかり収集できているか、この動画を見てくださっている方はかなり収集されていると思うんですけど、多分ね、見てない人たちは収集すらできていないんじゃないかなって思ってしまってます。システムが定着せず、形骸化する企業さんあるあるなんですけど、まず経営陣はシステムに高い期待値を持ちすぎ。現場はシステムがどう動くかもわからないまま、問い合わせしても返答が遅いので使わない状態になっちゃう。で、情報システムはベンダーが構築したから私たちに聞いてもわからないです。ベンダーに丸投げしてしまう。ただベンダーは、もう笑ってるけどね。ベンダーは納品後の運用は企業の責任です。いや、誰の責任やねんって話なんですけど、どうですかこれ。はい、もう多責すぎますよね、全員が。ダメです。ダメです。そうなんですよ。新しいシステム入れたのにね、数千万、数百万、わかんないね。最悪数億のプロジェクトもね、あり得ますのでね。ここまでは恐怖しか煽ってこなかったので、もう一回振り返りをしながら、じゃあどう改善しようか、みたいなところのお話をしていきたいなと思ってます。もし、フライクに調査してほしい IT ツールや、こういう IT ツール使いたいんだけどどう思うみたいなのがありましたら、コメントしてください。冒頭でもお伝えしたように、5つのステップがあると思ってます。では、一つ一つ深掘りをしていきたいなと思ってるんですけど、まずステップ1、システムありきで安易にプロジェクトを始めないっていうところなんですけど、よくあるのが、セールスフォースがいいな、キントーンがいいな、ノーションがいいなと思って、すぐに問い合わせしちゃうパターンですね。なので、問い合わせするのはいいんですけど、このシステムで何を解決するかっていう視点を持つことですね。なので、経営戦略の一環として、事業全体の課題とか目標があって、それが実現できていないからシステムを導入しようっていう風な課題をまず洗い出すことが重要かなと思っています。じゃあ、それをするためにはっていう風な意味合いで、ステップの2なんですけど、現状の業務を棚卸しをして、変更すべき業務の内容や不要な業務っていうのをしっかり洗い出しをしましょうっ
っていう風な意味合いです。やるポイントなんですけど、4つあります。どの業務が課題なのか、非効率な業務は何か、じゃあそれを効率化するためにシステム化すればどれぐらい削減できるのか、逆にシステム化することで業務がさらに複雑化しないのかみたいなところですね。で、一つの部門が入れたとしても、その隣り合う部署であったりとか、その業務の中の前後の領域が影響を受けないか、いい影響も悪い影響も受けないかっていうのを考えるっていうのが重要ですね。ステップの3つ目、システム導入後の業務イメージを具体化し要件定義につなげるなんですけど、システム導入後の業務フローはどういうふうに変わりますか？じゃあその業務が自動化された結果、その業務は誰の判断が必要なのか、こう改善するっていうのがこれすればいいよねっていうのは現場が最終決定していいのか、リーダーでいいのか、経営陣の判断がいるのか、じゃあその結果現場のオペレーションがどう変わるのかっていうところをしっかり要件定義でしていくっていう風なイメージです。そしてステップの4つ目ですね。コミュニケーション不足とか責任が明確化していないみたいなことありましたが、ここめちゃくちゃ重要だと思ってて、この4社が密に連携するのが大切だなと思ってて、経営層、現場、情報システム部、ベンダーのこの4つがしっかりとこの握手をしているような状況ですよね。ちゃんと今線で引っ張っているんですけど、この4つがしっかりと密にコミュニケーションしていくっていうことがめちゃくちゃ重要だなと思ってます。なので何をどこまで依頼するのか、業務フローの改善までベンダーに依頼するのか、業務の改善はじゃあ情報システムと現場が把握をした上でその結果ベンダーに依頼するのか、いやフライクのような現場の業務改善コンサルを入れた上でベンダーにとのコミュニケーションもフライクのような企業に依頼をするのかっていうのをしっかり役割を明確化しないといけないなと思っています。最後の5つ目なんですけど、システム導入後の運用体制とか教育体制を整えて自社の役割を決めることなんですけど、これ意外と最後の方に決めちゃうことって多いと思うんですよね。なので、初めからシステムの導入の前に、例えば Salesforce の場合には、Salesforce の運用を全部内製化するのか、外注化するのか、じゃあ年間予算はランニング費用だけではなく、保守費用も加味した上で、保守をどこまで依頼するのか、内部でするところは標準の設定までするのか、じゃあフローっていった細かいところの現場の運用まで関係するところは外部に委託するのかみたいな役割を明確化することが重要だなって思ってます。最後5つのステップ、私の方からお話をしましたが、思い当たる節とかこれ抜けがちだなみたいなところありますか？改めてですけど自分の中でも反省するポイントがあったなっていうところはありますし、私どちらかというとベンダー目線で聞いてたんですけど、ここちょっと今やっちゃってるなみたいなところはゾクゾクっとしちゃったのでそこ改善、改めてですね考えていかないといけないなと思いますし、やっぱり私は一番はやっぱりコミュニケーションだと思ってるので、そこをこうねうまく円滑にやっていくとか、なんか良くないコミュニケーションの取り方、あの人が入るとこういうこと言い出すから入れないどこうよみたいなのも良くないなと思うので、なんかそういった内容が突き刺さりました。よかったです。はい。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。この動画は4部作になっておりまして、今日が1部作目です。残り3つあるんですけど、この動画を見てくださっているタイミングでは、もしかすると全ての動画をアップロードされていないかもしれないです。その時にはすぐに資料を見たいなっていう方は、こちらのホワイトペーパーから全て無料でダウンロードすることもできますし、資料をダウンロードいただいても、私たちからは営業していないんですよね。電話もしないですし、個別に私の方からダイレクトメールを送るだけなので、ぜひ、無料ですのでダウンロードしてみてください。では次の動画までお楽しみに。バイバーイ。